こんにちは。今日は四角と三角のログキャビン風で6枚作ってテーブルセンターかタペストリーかカバーリングとかを使ってみたいと思います。もっとたくさん使ったらベッドカバーとかソファーカバーとかにもなります。一つのピースがこれだけで22センチあります。それをたくさん作ったらいろいろ好きな大きさにしてもらったらいいと思います。ぜひ作ってみてください。材料は22センチの22センチを1枚キルト芯、それと 7.5×7.5 の濃い方が4枚、薄い方が2枚と真ん中に1枚、7.5 の四角が4枚と2枚と1枚で7枚。それと4センチ幅の布が90センチ幅が3本ぐらいいります。それでここ1センチの縫い代線を引いています。それとこちらにも布を半分に切ります。それに縫い代線を1センチずつつけておきます。この真ん中だけは何もいらないです。これとこちらも同じように真ん中を切ります。それで1センチずつの縫い代線を引いておくと縫いやすいので、こんな感じで真ん中を切ります。 7.5 センチの四角を半分に切って1センチの縫い代をつけてきました。こちらが4枚とこちらが2枚です。これは後からつけるので置いといて、キルト芯を三角に折ってもう三角に折って中心を決めます。ここが中心で、こちらもこれも真ん中につけるので半分に折って半分に折って中心を決めます。ここが中心で、ここと中心と中心を合わせて、ここ折り目をきちっと合わせて留めます。ここがまっすぐで歪まないようにこの四角につけていきます。それで4センチ幅の布をまっすぐに合わせて、こちらもまっすぐに合わせてこの幅に切ります。切ってここを1センチのところを縫っていきます。ここ縫っていきます。それでここ折って、次はこの線からこの線まで縫っていきます。ここきっちり合わせてこの線までを切ってここを縫っていきます。ここを折ってこの端からここまで縫っていきます。ここを切ります。また折ってこの端からこっちの端まで端で切っていきます。で縫っていきます。これで一周縫ってきました。次はこの濃い方をちょっと真ん中を決めて、この決めた真ん中とこの一番交わったところを
合わせて、それとここがスコンとまっすぐになるように縫っていきます。こことここが交わうようにこんな感じで縫っていきます。こちらも同じように真ん中を決めて、交わっているところにここに置いて、でこれ歪んでるのでまっすぐここの頂点に向かってまっすぐになるようにこんな感じでこんな感じで四隅縫っていきます。こんな感じで四隅縫ってきました。ここを合わせて、ここまで合わせて、これにこの横の線に合わせて切っていきます。それでここを縫っていきます。で折ってこの線を合わせて、ここもでこの線に合わせて切っていきます。それでここを縫っていきます。でここを折ってこちらまた同じように合わせてここを切ります。2周目できました。次は薄い三角で同じようにここ真ん中を決めて、ここの頂点のところに合わせてこの三角の頂点がここまっすぐになるように折ったところをこことここが平行になるように縫っていきます。でまた折って今度こちらのとここを合わせてまっすぐにここがまっすぐになるように20縫ってきました。次もまた同じようにここを合わせてで折ってここに合わせて切ってで縫っていきます。で全部縫ってきました。次はまた同じようにこのまた同じ三角をここにつけます。ここの角が合えばいいのでこことここの角がまっすぐになっててこことここが平行になってこんな感じでとここ角をでこの角とここがまっすぐなってここが平行になって
これで四隅つけてきました。こんな感じです。それにもう一段この白いのでこの端で切ります。これで一周またしてきました。これで仕上がりです。これを6枚、あそこの真ん中だけを紫の色に変えて、紫が3枚、ブルーが3枚で6枚作ってきます。6枚塗ってきました。こんな感じです。パープルが3つとブルーが3つでこんな感じで互い違いに置いています。それで次はこことここを塗って、こことここを塗って、ここスコンと塗っていきます。ここ3センチあるので1センチずつのところを塗っていきます。こんな感じでここ塗ってきました。ここも塗って、あと全部塗っていきます。縦の線は全部塗ってきました。こんな感じです。こちらも同じように3枚塗ってきました。それで次は横の線を塗っていきます。ここの縫い代は割っといてください。割ったところの縫い代を合わせます。こう塗っていきます。で、ここ真ん中の横の線を塗ってきました。こんな感じです。アイロンを当てます。塗ったところを割って持ってます。こんな感じで当てました。この裏布を立ってきました。こちらが表になって
出来上がりより1センチぐらい多めに取っています。それでキルトしていきます。ところどころに待ち針を打っとってキルトしていきます。キルトは中心から外へといったら、シワにならないので中心からしていきます。シンプルをつけると楽になります。全部落としキルトでいきます。大きい目でもいいですので5ミリぐらいでもいいです。手作りっていう感じが出すように手でキルトしていきます。こんな感じで縫っているところを全部キルトしていきます。下になっている方にキルトしていきます。それが落としキルトです。全部落としキルトをしてきました。落としキルトはあまり目立たないんですが裏布とひっつけています。それで次はバイアスを周りにつけます。バイアスをちょっとほっこりしたいと思うので1センチにして、でも本当は4センチぐらいなんですが5センチにしてちょっとふっくらさしたいと思います。それで5センチにして1センチの縫い代線を引いています。それでここ1センチのところに合わせて最初7ミリ折ってここずっと縫っていきます。端まで縫ってきたら針を上げてこの2センチダブらせて1センチずつで2センチダブらせます。こことここをきちっと合わせたら2センチダブらせることになるのでで端まで縫えたらまた同じように2センチダブらせます。1センチ2センチ、それで針を上げてこの2センチのところと角を合わせて2センチのところに針を落としてこんな感じでぐるりっと縫っていってください。ここが2センチ開くので斜めになって額縁にしていきます。
最後に来たらこう7ミリ折ったところをダブらせて切ります。で縫っていきます。これでバイアスがつきました。1センチの額縁になります。こんな感じにしていきます。最初と最後のところを閉じ合わせていきます。バイアスを1センチ幅に合わせてくるっとまつっていくんですが、ここの縫い代から1針多くまつって、ここまでまつって、それで額縁を斜めにできるようにこんな感じで斜めにします。角のところをすくって、もう一回同じところですくって、これで額縁ができました。それであとずっとまた同じようにまつっていってください。こんな感じになっていきます。ここ裏ずっとまつってきました。こんな感じです。これで出来上がりです。テーブルセンターにしてもいいですし、私は靴箱の上に置いて花でも飾りたいなと思っています。よかったら作ってみてください。見ていただいてありがとうございました。